皆さんこんにちは。この前のイースター休暇にイギリス北部にある湖水地方に2泊3日で行ってきました。イングランド最大の湖と言われているウィンダミア湖でフェリーに乗ったり、あとはハイキングやトレッキングコースがたくさんあるので、自然の景色を楽しみながらゆったりと過ごした2泊3日でした。初心者の方におすすめなハイキングコースの詳細もお話ししているので、よろしければ最後まで見てもらえると嬉しいです。ロンドンから湖水地方までは鉄道でも行くことができるんですが、今回は直前に旅行を決めたこともあり、車で5時間かけて向かってます。私は安全運転できる自信がないので、5時間夫がずっと運転してくれてます。ありがとう。そもそも湖水地方とはその名の通り湖がたくさんある地域なんですけど、イングランド有数のリゾート地としても知られていて、夏になると多くの人で賑わいます。で、なんでこんなに湖があるのかっていうことに関しては、今から1万5000年前の最終氷河期の終了とともに湖水地方は形成されたと考えられていて、氷河が石や土を削り取ることで独特な U 字の形の谷や湖や池が形成されたと言われています。また湖水地方のほとんどの地域は1951年にレイクディストリクトナショナルパークと呼ばれている国立公園に指定されていて、2017年にも世界リスト遺産に登録されました。ようやく湖水地方の玄関口と言われているウィンダミアの町に到着です。イースター休暇ということもあって宿を見つけるのにかなり苦戦したんですが、ウィンダミアの町のすぐ近くにホテルが取れたので、そこに向かいます。今回は車での旅なので駐車場付きのお宿を選びました。建物自体は結構古そうなんですけど、水回りは綺麗に整ってます。シャワーは上からのタイプです。お水もついてます。ただこのメーカーのペットボトルの蓋めっちゃ硬くて手のひら裂けそうになるのは私だけでしょうか。これでもかというぐらいコーヒーや紅茶もあってホスピタリティ素晴らしいです。そして何気に嬉しかったのがアメニティのシャワージェルとシャンプーがホワイトカンパニーのものでした。香りがすごく良かったです。窓からの景色はウィンダミアの町の中心部まで歩いて5分ぐらいなので、ご飯食べるところを探しに行きます。ちなみにウィンダミアのこの中心部にはウィンダミア駅があって、ロンドンから湖水地方まで鉄道で来る場合はここの駅に到着することになります。食器屋さんになぜかクレヨンしんちゃんのお皿があった。かわいい。レストランやパブなども数がそこまで多いわけではないので、夏場のシーズン期は予約をしてもいいかもしれません。良さげなイタリアンに来ました。ペローニで乾杯。運転お疲れ様です。ミネストローネとスコットランドが近いからかサーモン料理も多くてスモークサーモン頼みました。ロンドンのレストランと比べると比較的リーズナブルで味も美味しかったです。明日に備えておやすみなさい。おはようございます。ホテルの朝食に来ました。昨日のスモークサーモンが美味しかったのでここでも頼みました。ここのお宿はお酒が飲めるバーとかこういう団らんスペースもあります。今日はとってもお天気が良いということで、まずはフェリーに乗りに行こうと思います。湖水地方は路線バスも充実していて、宿の近くから港まで乗ろうと思います。今からフェリーで渡るウィンダミア湖はイングランド最大の湖と言われていて、全長がなんと18キロもあるそうです。で、その細長い湖の真ん中ら辺にボーネスピアっていうのがあって、そこから各方面にフェリーが出てます。バスで着いて急いでチケット買ったら5分後のフェリーに乗ることができました。
フェリーは対岸に渡るものだったり湖をぐるっと回るものもあるんですけど、私たちはミンダ宮古の北の端にあるアンブルサイドっていう町に向かうフェリーに乗りました。このフェリーは真ん中は屋根付きの席になっていて、前後は屋根なしの開放的な空間になっているので、風を感じることもできてとっても気持ちいいです。本当に景色が綺麗で風が気持ちいいです。人々が湖水地方に旅行をするようになったのも産業革命中の1847年に、今も町の中心となっているウィンダミア駅に鉄道が開通したことが発端と言われてます。産業革命の時代はロンドン、マンチェスター、リバプールなどの大都市では都市ならではの社会問題もたくさん起きていて、そこで人々は手つかずの自然を求めるようになったり、景観を鑑賞する、見識を深めるっていう旅行の概念が生まれたのもこの頃らしいです。湖水地方生まれの詩人ワーズワーズさんはこの自然を題材にたくさんの詩を書かれたり、ピーター・ラビットの作家ベアトリクス・ポターさんも湖水地方に農場を買ってゆったりと過ごしながら、ご自身の死後も自身の所有してた土地を全てナショナルトラストに寄付されるなど、湖水地方に住まれていた方のここの貴重な自然を守ろうという気持ちが伝わってきます。湖のそばに立つ別荘を眺めながらいいなとか思ってたら、あっという間に到着です。ここの船着き場からもウィンダミアのボーネスピアに向けてフェリーが出てます。今日はここの小さな町アンブルサイドからグラスミアの町の方までゆったりとハイキングをしていこうと思います。楽しみです。アンブルサイドの船着き場から町の中心部までは歩いたら20分ぐらいかかるんですが、確か2ポンドぐらいでシャトルバスみたいなものが出てたと思います。湖水地方ハイキングコースがいろいろあったんですが、日本人の方の過去のブログなどを参考に初心者向けの道を行ってみることにしました。私たちはウィンダミア湖から続いているロサイ川の横を通ってライダル湖、グラスミア湖の方へ抜けていきます。アンブルサイドからはロサイ川の西側をずっと北上して歩いていきます。そして川がカーブしているんですが、渡らずにそのまま西の方へライダル湖のほとりを進んでいきます。そしてライダル湖からグラスミア湖をつないでいるロサイ川の橋を渡って A591 という国道沿いにグラスミア湖を北上していきます。おそらくアンブルサイドの街のどこかにもハイキングマップのようなものが売っているかと思うんですが、私たちは見つけられなかったので Google マップを頼りに歩いていきます。この川がウィンダミア湖、ライダル湖、グラスミア湖をつないでるロサイ川なんですけど、とっても水が綺麗です。今私たちが歩いているハイキングコースは2時間ぐらいのコースで、初心者向けの優しい道です。この辺の道は地面が舗装されているのでとっても歩きやすくて、右側に広がる大きな牧場と青い空と山が癒しです。羊が可愛すぎる。この日の気温は低すぎず高すぎずな感じで10度台後半ぐらいかな。なのでとっても涼しくて快適です。唐突に3匹ぐらい豚さんが現れて、この子たちはここで餌があるのかな。なんかあんまり育てられてるっていう感じの豚さんではなかった。さっきとは違う種類の羊さんもいたり、景色がコロコロ変わるので全然飽きないです。
ここからフットパスに入って川をたどってライダル湖の方に向かって歩きます。左やな。ようやくライダル湖が見えてきました。さっき少しお話しした湖水地方生まれの詩人ワーズワースさんは、青年期はロンドンやフランスに渡っていたんですが、後にまた湖水地方に戻ってきて、最後はこのライダル湖の湖畔の丘の上のお家で過ごされていたようです。で、ワーズワースさんは1770年生まれなんですが、産業革命の時代にロンドンからビンダミアまで鉄道が開通することに対して環境保全の意味で反対をされていたようです。なので今、アンブルサイドからグラスミアまで鉄道が一切通っていないのは、このワーズワースさんの働きかけではないかということです。泳いでる。道中にこうやってたくさんの動物を見ることができるのもまた癒しですね。この辺から少し湖を離れて山の方面へ上がっていきます。分岐点があったのでちょっと休憩です。上り坂だったのでちょっと息切れしてます。はい。この辺から山の中腹沿いぐらいを沿って歩く中級コースみたいなハイキングコースもあったんですが、私たちはこの川沿いに降りていく割と緩やかそうな道を選びました。この川の先がようやくグラスミ湖です。この辺は森の中を歩くフットパスなんですが、木が基本的に枯れているのでマイナスイオンは感じられません。グラスミ湖ではプライベートボートやレンタルの手漕ぎボートは OK らしいんですが、エンジンがついてるボートは禁止されてるみたいです。最後国道を歩いてきて、ここは立派なスパ付きのホテルらしいです。アンブルサイドからこのグラスミアの街の入り口までは結局2時間かかりました。大きいキャンプ場も発見。これはすごい絶景ですね。グラスミアの街ではお土産屋さんはいくつかありますが、ご飯屋さんの数は限られているような気がします。湖水地方といえばやっぱり一番はピーターラビットじゃないでしょうか。子供用のお洋服やおもちゃも置いてあって、マグカップや水筒、お皿もあって、本当にピーターラビットのファンはたまらない空間だと思います。歩いた後はビールでしょということで乾杯します。ここグラスミアの地ビールのラガーと IPA を1個ずつ頼みました。この街はそんなに人が溢れている感じでもなくって、のんびりしてる雰囲気ですごく素敵です。でも有名なジンジャーブレッドにはめっちゃ人おったわ。グラスミアからボーネスピアまでの帰りはバスに乗りました。2階建てバスの2階がルーフトップになっている車体があって、これ本当におすすめです。すごく開放的に景色を楽しむことができます。それにしてもいいお天気。実はこの旅行の直前までずっと雨予報だったので、本当に晴れてよかったです。はい、ようやくボーネスピアに戻ってきました。お昼になったからかすっごい人です。この辺本当に鳥の数がすごくて、みんなワンちゃん連れてお散歩してたりとか、子供たちも楽しそうですね。近くには大きな広場もあるので、のんびり過ごすのにも良さそうです。どこのお土産屋さんでも置いてたケンダルミントケーキっていうのが気になったので、チョコミント版を買ってみました。美味しい。食後にいいかも。ボーネスピアでは手漕ぎボートやモーター付きのボートもレンタルできるみたいで、夏とか特に人気でしょうね。
ボーネスの街を少し散策してみます。この近くにピーターラビットの世界観を楽しめるアトラクションもあるので、興味ある方はチェックしてみてね。お土産も見てみます。この湖水地方のそれぞれの街の特色を表した絵もすごく素敵です。クラフトビールもいろいろあったのでお土産に良さそうです。お昼食べるタイミングを逃しちゃってたので、ここで早めの晩ご飯を食べます。飲み物はカウンターで注文して、食べ物はこの注文表に書くスタイルでした。とりあえずなんか軽く食べたい時にタパスって本当にいいですよね。このラムすっごく柔らかくて美味しかったです。またこのシーフードサラダのこの白いのが最後まで何か分かりませんでした。食後の運動も兼ねて宿まで歩いて帰ります。宿の近くの住宅街の中に良さげなパブがありそうだったので来てみました。今日サッカーの試合があるみたいなので店内にぎわってそうです。すごくローカル感が漂っているいい感じのパブです。ギネスで乾杯。つまみで頼んだピザがすごく香ばしくて美味しかったです。壁にはウィンダミアの昔の姿を写す写真が飾ってあって、地元愛を感じてほっこりしました。おはようございます。ここのホテルの朝食とっても美味しいです。チェックアウトをして車を置いてから、このウィンダミアの街の奥にあるオレストヘッドというところを登ってみます。赤が階段多めなコース、青がなだらかなコースということで、赤で登って青で降りてこようと思います。このオレストヘッドはウィンダミアの鉄道駅のすぐ近くに登山口があって、高さは200メーターちょっとしかないので軽い登山としておすすめです。青コースを選べば坂もかなりなだらかなので、ワンちゃん連れやお子さん連れも登りやすいんじゃないかと思います。もう少ししたらブルーベルがたくさん咲いてるそうです。道中たまに休憩用のベンチがあるので、休憩しながらゆっくり行くのもいいと思います。赤コースは最後ら辺に結構階段があるので覚悟しましょう。着きました。山頂は小さな広場になってて、ベンチもいくつかあります。こちらがウィンダミア湖側の景色です。こっちは逆側の山側の景色です。緑がずっと広がってて、こっちはこっちで綺麗です。山頂までも20分ちょっとで登れてしまうので、気軽なお散歩コースとしてとってもいいと思います。帰りは青のなだらかなコースの方で下ります。やっぱこの時期何も咲いてなくって、でもかろうじて見つけたのがこのゼンマイみたいなやつ。山菜ご飯食べたいな。ヒーリング効果バッチリのお散歩でした。ウィンダミアの街に降りてきて少しお土産を見ようと思います。お土産には絵が欲しいなって思ってたので、ここのギャラリーの絵を見させてもらって何枚か選んで買いました。家に飾るのが楽しみだな。さて車に乗り込んで、次はなんとイギリスのリバプールに向かいます。といってもリバプールでの滞在時間は 3,4 時間になると思うので、サクッと観光したいと思います。では湖水地方 Vlog を最後まで見ていただきありがとうございました。
次回はリバプールでの滞在の様子を Vlog にしていきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけますと嬉しいです。いいねやコメントもよろしくね。